こんにちは。仕事に役立つ文房具のお店、天の仕事道具店の店長天です。今日は私のお気に入りのパイロットのボールペン、万年筆、蛍光ペンなどの筆記具を紹介しようと思います。当店はオンラインで実際に私の気に入った文房具を販売しているんですけども、一部ね、気に入っていても仕入れ先が見つからず販売できていないっていうものもあったりしまして、今回紹介するペンは仕入れ先が今まで見つからなかったパイロットのペンたちです。やっとね、問屋さん見つけて当店でも取り扱いがスタートしました。わーい。今までの動画でもお気に入りとしてね、パイロットのペン紹介していたんですけど、どこで売ってるんですかっていうね、コメントに、すぐ案内できなくて申し訳ないなって思っていたので、がっつり紹介するのが気が引けていましたが、無事にね、取り扱いスタートしたので、今回がっつり紹介していきます。まずはこちらのボールペン、ジュースアップ 0.5mm 1本220円のノック式のボールペンです。細書きと滑らかを両立した新開発チップ、シナジーチップっていうのが採用されているそうです。これのおかげでね、極細の線が引けます。インクは水性顔料のゲルインキボールペン。特徴をね、比べるために他のペンとちょっと比較をしてみましょう。比較するのはゼブラのブレン 0.5mm。こちらは油性と水性を乳化して混ぜたエマルジョンインクが使われています。2つ目はペンテルのカルム 0.5mm 油性インクです。そしてペンテルのエナージェルインフリー。こちらはゲルインクです。このね、比較するペンも書き心地とかデザインが私がね、すごい好きなボールペンなので、もし私とね、好みが近いなと感じた方は合わせてぜひチェックしてみてください。はい、どうでしょうか。ジュースアップ発色がよくくっきりとね、見えますよね。細い線なのにしっかりと発色するので、なんだかね、いつもより上手に文字とか線がね、描けるような気がします。また水性なんですけども、中に顔料が含まれていて、耐水性とか耐光性にも優れているので、日記など長期間の保管を目的とした書き物にもぴったりですね。で、文字だけじゃなくて曲線とかね、イラストもすごく描きやすいので、ペンケースとかね、ペン立てにぜひ1本置いておくといいんじゃないかなと思います。書いていてボール感、なんかカリカリみたいなやつが一切なくて、スルスルヌルヌルってしたね、書き心地が沼です。一応速乾性もあって乾きは早い方なんですけど、それでも書いた直後に手でこするとインクが伸びてしまうので、そこだけご注意ください。次も同じくジュースアップシリーズからジュースアップパステル 0.4mm 1本220円です。先ほどのブラックは 0.5 だったんですけど、こちらはさらに細くなって 0.4。ブラックにもね 0.4 と 0.3 のラインナップがあります。あと動画に映っているのは5色ですが、本当はホワイトのラインナップもあります。ちょっとね、使いすぎてなくしてしまったので、過去動画からね、どんな感じかだけ紹介しておきます。この白い文字ですね。はい、今映ってたのでちょっとネタバレしたんですけど、こちらは黒い紙にも書ける極細のカラーペンとなっています。高発色系のペンってなんか線がボテッとしてるイメージがあるんですけど、これはね、極細の 0.4mm で、気に入っているのはこの細い線っていうのももちろんあるんですけど、この黒い紙でも白い紙でも印象がね、変わらないところがすごく気に入っています。普段はやっぱ白い紙に書くことが圧倒的に多いので、どちらにも使えるっていうのはね、すごくありがたいなと。もともとジュースシリーズっていう線が少し太めの高発色ペンがあって、ジュースアップはそこに極細というね、付加価値がついたシリーズだと私はね、理解してます。で、ジュースシリーズもね、使ってるんですけど、カラーの種類がちょっと違うってこともあって、ジュースシリーズの方は黒い紙に書いた時に、白飛びしちゃうんですよね。なんかね、ぼんやり白い感じになっちゃう。一方ジュースアップは書いた直後は黒い紙に一回ねインクがぐっと沈むんですけど、乾いてくるとじわっと浮き上がります。この瞬間がね、私は大好きです。で、紙の色に左右されず細くてはっきり発色するっていうので、黒い紙白い紙問わずめちゃくちゃ愛用しています。次はこちら、角のまどろみカラーという万年筆。1本1650円です。出会いはね、こちらの動画。コメントでおすすめしてもらって買って試してみたらね、すごくハマりました。
万年筆は他のペンに比べてやっぱ値段が高いし、オンラインで販売するにはね、その買う前に書き心地を試してもらうっていうのができないし、ちょっと少し気に入ったくらいでは当店ではなかなか取り扱えないなっていう感じなんですけど、これはね、そのハードルを超えてきました。ペン先はニコッと表情入り、この顔と目が合うように持つと正しい向きで持てているということになります。ペン先の太さは M 字と F 字という2種類で、ペン先にも小さくね、サイズが刻印されています。M の方が太くて F の方が細い線が描けます。なんか万年筆って大変そうっていうね、ざっくりイメージを持っている初心者の方にはぜひね、こちらをおすすめしたい。こちらの万年筆は購入したらすぐ使えるようにカートリッジっていうインクがねついていて、で最初のカートリッジ自体は他の万年筆でもねついてることが多いんですけど、書くのはねその取り付け方の説明書もついてます。なのでね簡単に使い始めることができます。あとは何か不具合があっても海外製の万年筆だと英語でね検索しないとメーカー情報にたどり着けなかったりするんですけども、パイロットは日本のメーカーなので日本語でね検索して情報が出てきやすくて初心者におすすめ。また格のシリーズは値段も万年筆にしては手頃でね挑戦しやすいんですよね。で私は日記を書くときはこの細い F 字を愛用していて、もうねすでにインクがなくなりそうなのでそろそろカートリッジを買い足さないとなと思ってます。で現時点では当店では本体のみの取り扱いになってるんですけど、近いうちにねカートリッジも取り扱えるように調整していく予定となっております。で、ペン先の M 字と F 字、こちら線の太さが違うのはもちろんなんですが、書き心地もね、結構違います。F 字の方は細い分ね、カリカリとした振動が手に伝わってきます。それがね、楽しいんですけど、ちょっとね、デコボコがあったり繊維が多めの紙だと、ペン先がうまくハンドリングできないかもしれません。ただね、細かい文字を書くのに向いてるので、日記に書きたいよって方はこちらがおすすめ。M 字の方は太い分安定した書き心地で、小さい文字を書こうと思うとインクが多めに出てね潰れちゃうので、ポストカードとかにちょっとメッセージ書くとかイラストを書くときとかに使っています。好みのね問題なので何とも言えないんですけど、ざっくりボールペンっぽい書き心地が好きなら F 字だし、サインペンっぽい書き心地が好きなら M 字かな。最後に紹介するのはこちらの綺麗なまっすぐ引ける蛍光ペン1本165円です。このねアイテム文房具屋さん大賞2025の対象になったアイテムなのでご存知の方も多いかなと思います。まどろみカラーの淡い感じのラインナップと、あとはくっきり8色のラインナップで合計ね10色展開となっています。ペン先に透明なガードがついてるっていうのが特徴で、これのおかげでねまっすぐ綺麗に線を引くことができます。逆側にもね 0.5mm の幅の線が引けるチップがついています。どんな感じのカラーなのかお見せしていきますね。カラーチャートを作ってる間にちょっと雑談にお付き合いください。今私オランダに住んでるんですけど、6月頃に日本にねちょっと一時帰国する予定があります。でその時に羽田空港第3ターミナルの近くにビルに入ってる国与ストアと、あと国与コラボのホテルにね泊まってみようかなと思ってるんですけど、他にもね東京で文房具の面白スポットみたいなのがあったらぜひね教えてほしいです。オリジナルノートとかオリジナルバインダーとかね、そういう作れるお店とか。東京以外だと熊本と沖縄にも行く予定なので、もしそのエリアにもおすすめの文房具屋さんとか変わったね文房具関連の施設スポットがあればぜひね行ってみたいなと思ってるので、コメントで教えていただけると大変嬉しいです。はい、ではねカラーチャートが完成しました。合計10色、こんな感じの色味になっています。チカチカしすぎないのが見やすいですね。でこのペンの好きなところをアピールしていきますね。まず1個目、線を引いた時の最後にインクがたまりません。他の蛍光ペンと比べてみました。多くの蛍光ペンは線を引き終わった箇所にインクがね溜まりやすいんですよね。でこれが裏抜けしちゃったりとか文字がね見えにくくなったりしてプチストレスだったんですけども、綺麗なはどのカラーも色がね均一に線を引くことができてインクが最後に溜まりにくいようになっています。ではポイント2つ目、ペン先に透明のガードがついているおかげで定規に当てても汚れない。
定規が汚れないのはもちろん、逆に定規の汚れがペン先にねついちゃうっていうことも防ぐことができます。好きポイント3つ目、これがねこのペンのメインの機能なんですが、透明ガードがあるおかげで上下にねペン先がぶれないのと、それにプラスしてペン先がしなるので、ペン先全体が紙にしっかりと当たって均一の太さでねまっすぐ線を引くことができます。失敗知らずの蛍光ペンというわけで、お気に入りのパイロットの筆記具を紹介しました。特にジュースアップはね、福岡で実店舗をやっていた時に、販売はね、うち仕入れる先がなかったのでできなかったんですけど、書き心地が好きでサンプルコーナーに置いていて、たくさんの方がね、これどこで買えますかと聞いてくださって、ちょっと遠いね大きな店舗を案内するしかなくて申し訳なかったんですけど、やっとねゴリゴリに押せるようになってすごく嬉しいです。ぜひ皆さん試してみてください。またね。